はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日のテーマはですね、アメリカで車を所有するのに一体どれぐらいお金かかるのみたいな話をね、していきたいと思っています。僕自身ですね、かれこれ20年ぐらいアメリカにいるんですけども、その間ずっとですね、車業界にいるんですね。で、自分自身もですね、何台もいろんな車に乗ってきてます。それこそアメ車から始まって、ドイツ車乗ったり、日本車乗ったりしてきてるんですね。なので、今日の話はね、比較的参考になることが多いんじゃないかなと思っています。で、皆さん、維持費って聞くとどんなものを思い浮かべますかね。やっぱり車のメンテナンス代だったりとかね、修理代、それから、保険ですよね。あとは税金とか、そういったところを思い浮かべるんじゃないかなと思います。もしこれを聞いている方が日本にいらっしゃる方であれば、車検の費用、こういったものもね、維持費としてカウントされますよね。で、ちなみに車検に関してはですね、アメリカにはそういった制度がないんですよ。車検制度っていうものがありません。もっと正確に言うとね、国で決められたような車検制度っていうものがないんですね。なので州によって違うんですよ。州によってはそれこそ日本みたいな車検制度を適用しているような州もあるし、カリフォルニアなんかはね、排ガス規制、こういったものが車検の代わりになってますね。排ガス規制に関してはそのスモッグチェックっていうね、排ガスのテストが2年に1回あるんですけども、それでね、排ガス中の有害物質の濃度なんかをね、調べるようなテストを行っています。排ガス検査に関してはね、後でもうちょっと詳しく話していきたいと思っています。アメリカにはね、コストトゥオンというね、考え方があります。これね、CTO なんていうふうには言われるんですけども、でこの CTO が何なのかっていうと、1マイル乗るのにいくらコストがかかってるかっていうことなんですね。で、この値が低ければ低いほど維持費がかからない車だよねっていうことなんですね。で、逆にこれの値が高ければ高いほど維持費がかかる車だよねっていうことなんですね。で、求める計算式としてはね、まず新車から5年間のコストの合計、割ることの7万5千マイル。つまり7万5千マイルっていうのはね、年に1万5千マイル計算なんですね。これでね、求めることができます。で、じゃあそのコストっていうのは、一体どういったカテゴリーのものをコストとして計算されるかってことなんですけども、一つはね、減価償却。これね、値落ち幅ですね。で、車ってやっぱりね、値段が上がるってことはほぼほぼなくって、基本的にはどんどん下がっていくものなんですね。で、この下がり幅っていうものが、低ければ低いほど、コストが少ない。その値落ち幅、減価償却の幅が少ないよってことになるわけです。で、2番目に、金利ですね。これ、現金で買った方であれば関係ないですよね。その場合はゼロっていうふうに計算されるんですけども、これもしね、ファイナンス、ローンを組んで買ったとかね、リース組んで借りたなんていう場合には、金利っていうものが計算されます。で、3つ目にガソリン代ですね。で、4つ目に、自動車保険。で、5つ目に、税金ですね。で、6つ目に、メンテナンス修理費用という形になってますね。これらのカテゴリーを、合算したものがですね、かける5ですね。5年間のコストの合算が、コストという形になります。で、このコストトゥオンに関してはね、毎年ある団体が発表してるんですね。その団体っていうのは、アメリカ自動車協会。これね、アメリカンオートモービルアソシエーションっていうね、団体なんですね。トリプル A って言います。結構聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、トリプル A ってね、JAF、日本でいう JAF みたいなロードサービスも行ってるし、あとね、保険なんかも提供してるんですね。で、彼らのね、その会員向けにもいろんなサービスを行っています。サービスっていうか、サポートですかねっていうのを行ってますね。一応は非営利団体っていうふうには言われています。じゃあ2024年の CTO、コストトゥオン、これどうだったのかということなんですけども、これがですね、全部の車の平均がですね、82セントでした。新車から5年間の分ですね。つまり1マイル乗るのに82セントかかってるっていう計算ですね。なので1万5千マイル年間で乗る人なら、年間で1万2300ドルのコストがかかってるってことなんですね。そんなかかるのって感じじゃないですか。ちなみにね、2023年はどうだったかっていうとね、81セントでした。なので、2023年から2024年にかけてはね、あんまり変わんなかったですね。微妙にちょっと上がっちゃってるんですけども、そこまで大きな変化はなかったっていう感じです。で、分解してみてってみましょう。カテゴリー別に。一つ目はね、減価償却ですね。値落ち幅と言われるものですが、これはね、年間で4680ドルなんですって。
4680ドル。まあ月にすると390ドル。まあおおむねそんなものかなと思いますね。で、2番目、金利。まあこれはファイナンスした方ですよね。金利1332ドル。年間ですね。年間で1332ドル。高いですね。最近ね、結構金利上がってきちゃってますからね。まあしかもアメリカの場合、金利って言っても一定じゃなくて、クレジットヒストリーって呼ばれるものがですね、結構いい方であれば、まあどうだろう、今時はまあ 6% とか 5% ぐらいの金利かなと思うんですけど、それこそね、クレジットヒストリーが悪かったりとかするとね、もう本当に 15% とか 16% とかそういう金利になってくるので、まあそれらの、平均っていうことなので、こんなもんかなというふうには思いますね。で、これはね、完全に余談なんですけども僕がね、20年前にアメリカに来たばっかりの時に、まあ車が必要だから車を買ったんですが、まあその時ね、まあキャッシュじゃなくて、まあファイナンス、ローンを組んで買ったんですけど、その時の金利がね、えげつなくて、23.99% ですよもうそれしか組めないって言われて、まあしょうがないかって言って組んだんですよね。 23.99% のローンですよ。で買った車はね、まあ、当時大好きだったんですけども、アウディですね。これを買いましたと。で買って、でやっぱりアウディってのは壊れるわけですねだからまあ修理代も本当にバカにならなかったですね。しかもやっぱり自動車保険代もすごい高いし、自動車税も高かったです。なので本当に金利ばっかり払って、修理代も払って、保険代もかなりかかって、で実際売る時にすっごい安くなっちゃうんですねもうだから減価償却がすごくね悪くて、値落ち幅が大きいんですよ。だから売る時に二足三門になって売るっていうねことだったの。まあだから時の衝撃があってからね、やっぱり僕は日本車が特にトヨタですね。特にトヨタの魅力に取り憑かれていったっていうのがあります。はい、すいません、ちょっと余談だったんですが。はい。で3番目にガソリン代が 14.9 セント。これマイルあたりですね。マイルあたり 14.9 セント。これ例えば1万5000マイル、年間1万5000マイル乗ったと考えると、年間でね2235ドルなんですよ。2235ドル年間。ちょっと高いかなと思いますね。まあ私たちがね、普段扱っている車っていうのが、まあトヨタのハイブリッドカーが多いので、その辺から考えるとちょっと肌感としては、まあ2000ドル超えっていうのは結構上がってるな、高いなっていう感じがしますね。で、続いて、保険。保険が年間1715ドル。これ逆にちょっと安いんじゃないかなと思うんですよね。確かにこれまあ全体の平均なので、カバレッジ、保証内容なんかもね、それぞれ個人差がありますよね。人によってはね、手厚い保証にする人もいれば、逆にもうすっごい安い保証内容にする方もいるので、まあここに関してはね、何とも言えないんですけど、ただ私たちのお客様が入るような保険と比べると、1715ドルっていうのはちょっと安いかなと思います。続いて自動車税。自動車税が年間815ドル。まあそんなもんかなと思いますね。まあ新車から5年なので、自動車税っていうのは、アメリカの場合はね、どんどん安くなっていくんですよ。新車の時が一番高いんですね。新車の時が一番高くて、中古になっていくごとに、まあ年に1回払うんですけど、どんどん安くなっていきます。で、この自動車税の計算もね、新車価格が高ければ高いほど税金が高いんですね。なので逆に安い車を新車で買った場合には比較的税金っていうのは安い。500ドルぐらいで済むんじゃないかなと思いますね。で、続いてメンテナンス修理コスト。これがね、10.13 セントですね。10.13 セントパーマイル。1マイルあたり 10.13 セント。これだから年間で1万5000マイル乗る方であれば、年間1519ドルって形ですね。まあちょっと上がってるかなという気もしますけど、まあ確かにね、最近の新車って、タイヤとかも大きいんですよね。昔の車に比べると。タイヤも結構やっぱデザイン重視で結構大型化してきてるのと、あと扁平率もね結構低い車もあるので、やっぱり摩耗が早いんですよね。摩耗が早いし、まあ車重も重くなってたりとかね。バッテリーとかも積むじゃないですか。だからタイヤの減りっていうのは比較的早いのかな。で、交換するときに結構高いっていうのがあると思います。まああとはやっぱりね、メンテナンスなので、バッテリーとかね、まあブレーキとか、あと最近はオイル交換なんかもね、一つ取ってもすごい値段が上がっちゃってますよね。新車で買えばね、保証っていうのがまあ最初の3年間はついてくるので、車の故障に関してはそんなにお金かかんないと思いますけども、まあ故障ではなくてね、メンテナンスの方ですね。今言ったタイヤとかブレーキとかバッテリーとか、オイル交換
換とかね、その辺のねコストがやっぱりちょっと上がっちゃってるかなと思いますね。というわけでね、2024年のね、CTO について話していきました。でちなみにAAA がね発表した2024年の CTO で一番高かったものが何だったのかっていうとね、